おはようございます。安倍義俊です。このチャンネルの他にもう一つ、安倍義俊画法という、主に絵の話をするチャンネルがあって、そっちの方で、自分はなんでプロのイラストレーターになれたのか、みたいなことについてちょっと話した動画みたいなものを、アップしていて、そっちもぜひ見てほしいんですけど、そっちの方では、だからある一つの目標に向けて意識を集中しているときに、そのジャンルに対する注目度が上がっていると、そこに関連するものがやったらと目につくようになって、結果的に絵描きになりたいであったら、そっちに向けて、自分の人生の中の選択肢が、そっち側に寄っていくみたいな話を、もうちょっと詳しく実例を交えて、話してみたりしたんですけど、最近カメラ熱が久しぶりに高まっていて、そのせいでカメラに関する、僕の何かアンテナというか、注意がそっちの方に向いていて、これはこの間買った、ライカの XE という、コンデジですね。そのレンズが、固定式で、外して付け替えることができない軽い小さな APS-C サイズのそのライカのカメラということで。で、これはこれで大変気に入っていて、これからもしばらくその外に持ち歩くカメラのそのメインの選択肢として使っていく予定なんですけど、だからここ何日間かの間、ずっとカメラについて調べていたんで、そこに関する情報がやたらと目につくようになっていて、で、そんなこんなで、いくつかカメラのそのニュースが、気になるものがあって、一つはパナソニックがルミックス S9 っていうカメラを明日、明後日ぐらいに発表するみたいで、リーク情報が流れてきている、その情報を見てみると、割と、なんでしょうね。あまり言う人はいないけど、僕の中では、僕がだからシグマのファンだっていうのもあるけど、そのシグマの FP シリーズと、競合はしないんだろうけど、ちょっとサイズ的に被るようなところがあって、どっちの方が小さいのかな、まだ FP の方がちっちゃいのか。ちょっとサイズ、細かい数字とか出てきてないんで、どっちが小さいのかわかんないですけど、同じような感じのファインダーをカットして、液晶画面だけでそのピント合わせるみたいな感じの、その最初構成のカメラで、L マウントで、同じそのパナソニックの多分 S5-2 のカットできるところをその切り捨てて、小型化に特化したようなカメラになるんじゃないかと思っています。で、それがだから、出ること自体は噂で知っていたんだけど、もう待ちきれなくて僕はこれを買ったけど、いざ情報が出てみると、そうだな、価格的に多分、ちょっと自分の予算に対しては、高いと思うので、全然これで満足なんですけど、小型でそのスナップが撮れるような、カメラで動画も撮れてってなると、本当はだからこれを買う前に、YouTube 見てくださった方からコメントをいただいたりましたけど、だから FP をもう一台買いますのはどうですかって言われて、それもちょっとありかなと思ったんだけど、せっかく買うんだから新しいのが、何か新しい発見があるようなカメラがいいなと思って、さすがに FP と FPL とすでに2台あるんで、3台あってもなっていうのはあって。でもその FP みたいなカメラが候補だったわけですよ。で、そんな中でだから S9 が出てきたんで、本来であればかなり有力な候補の一つ、でしたね。カラーバリエーションが4色ぐらい出るみたいで、赤とか結構派手すぎない、なんかちょっと渋めの赤でちょっとかっこいいなと思ったりして、青も綺麗だったな。だったりして、ちょっと気になるカメラではあります。だから明日、明後日、だからの発表が非常に楽しみで、発表あった後でまた何かちょっと喋れることがあったら喋ってみようかなと思ってます。もう一つは、ドリキンさん情報、またドリキンさんの話だ。ドリキンさんの情報が早いんでいつも助かってますけど、ブラックマジックって僕が動画の編集やってるダヴィンチリゾルブとかを出してる会社ですけど、ブラックマジックシネマカメラ 6K っていう、その 4K よりもさらに、高解像度の 6K の動画が撮れる L マウントのそのカメラをブラックマジックが出していて、値段が高かったんで、僕の中では候補に全然今まで入ってなかったカメラなんだけど、突然 40% オフだよって言い出して、ブラックマジックってなんか突然そういうことをなんかするメーカーみたいで、みんなびっくりしつつも、ブラックマジックらしいというような意見もあるみたいですけど、40% オフだと27万を切る26万何千円だかみたいな価格になってきて、それでも僕はだからこれの10万円ちょっとこれでもう今精一杯って感じなんで、もはや買うことはないですけど、ただだからこれを買う前にそれを見ていたら、ちょっとグラッときたかもしれないですね。その 6K がどのぐらいの画質なのかもちょっと試してみたいし、ブラックマジックの昔からだからブラックマジックポケットカメラ
4K とかなんか、正式な名前を忘れちゃった BMPC なんとかみたいな、呼ばれ方をしていたけど、ブラックマジックが出してる 4K が撮れるちっちゃいカメラとかがあって、そういうのとかも、面白そうだった。なんだっけな、マイクロフォーサーズかなんかのマウントなのかな。それもそうですよね。なんかドリキンさんがしばらく、よく使っているカメラだったんで、なんか記憶している感じですけど。で、あとは、そのカメラについて、だからここ何日か、自分自身も、そのカメラに興味が出たせいで、カメラの情報がやたらと目につくようになるじゃないですか。で、これが、あともう一つは、だから良し悪しなんだけど、この間もまあちょっと話したことにつながるけど、ネットは、特にだからその SNS とか YouTube みたいなやつは、同じようなことを向こう側もやってくる。つまり、この動画を見たんだから、この動画に関連のある情報ばかりをどんどんおすすめに出していきますよ、みたいな感じなんで、僕が一回ライカについて動画で見始めたら、もうライカ関連の動画が次から次へと雪崩のようにおすすめされてきて、で、ついつい見ちゃったりして、だから思うツボというか、Google の思惑通りに動画見ちゃったりしたわけですけど、まあ、その結果として、今まではさすがに古すぎて、これは、候補には入れられないなと思っていた、ライカのレンジファインダーのデジタルの最初期のモデル、だから M8 とか M9 みたいなモデルがちょっと気になってきたりして、まあこれはだから、でも最初気になったんですよ。コダックの CCD センサーが入ってて、で、M9 以降は CMOS になって、今のデジカメもほぼ全て CMOS センサーなわけですけど、昔のだから CCD のセンサーが出してくる絵っていうのが非常になんか独特で、CCD から CMOS に変わった時期だから今から十何年だか前は、なんか CCD の方がいいのにみたいなことをみんな言っていたりとか、あるいはあれですね、なんかスキャナーとかも CCD の方が厚みのあるものがスキャンできたりしていいみたいなことを言われていた時期もあって、今はもう CMOS になっちゃったのかな、だったりもしたんで、で、この間もちょっと個性的な色だなみたいなことをちょっと冗談半分に言ったりしたけど、結果的にそれをなんかサンプル画像というか作例を見ていくと M8 とか M9 とかが写してる絵はちょっと今のカメラでは出ないような特殊な色合いとやっぱりなんか線の細さがあって、この XE とかもそうなんだけど、ライカ全般に僕そんなにいろんなライカのカメラ触ったわけじゃないから、あんまり偉そうなことは何も言えないですけど、自分が撮ったり、あるいはいろんな作例を見た範囲の中では、なんかやっぱりなんか品のいい線の細さみたいなものがあって、線は細いけど、なんか輪郭のこのくっきりさせるところと、こう淡くさせるところの塩梅が非常にうまくて、線が細いけど、なんか弱々しい画面にはならないってあたりの、このピリッとした感じが、なんかピリッとしてるけど、なんかこう、グラデーションがすごい綺麗みたいなところが非常に良くて、何の話だっけ、まあそのあたりが、だから古い M8、M9 あたりの、独特の色とそういう線の細い、なんか、こう、ちょっと神経質とも違うな、何か、品のいい何かまとまりのある絵が面白くて、で価格的にもなんかね、一時期 M8 とかだいぶ値が下がって15万ぐらいからあったらしいんですよね。でその後で今またどんどん値段が上がってきちゃって、今だと25から30万ぐらいになってるみたいで、さすがに十数年前の1000万がそのカメラをじゃあ30万ぐらいで買うかっていうと、さすがにちょっと手が出なかったりとか、だからすごいなんか状態のいいものとかがうまく手に入ればなんか候補に、今すぐにはとても今これを買ったばっかりなんでしばらくこれを使っていくけど、いずれ何か、買いたいかなと思うカメラの候補の中にそのあたりが入ってきていて、そうですね。だから M8 は APS-H っていうセンサーサイズで、M9 になるとフルサイズになるみたいですけどですね、いろんな人の動画とかを見ているうちに、なんかレンジファインダーがいいよみたいなのは割とライカ使ってる人たちから、自分の身の回りにイラストレーターの知り合いの人の中にもライカ使ってる人がいたりして、いろいろ聞いていたんだけど、なんかあんまピンときていなくて、それがだからだんだん分かってきたというか、なんかまだ分かっては触ってないから分かってないですけど、興味が出てきたというか、面白いなと、思い始めているところですね。だから今これを買って思ったけど、もちろん今いろいろどのカメラも自分は好きなので好きではあるんですけど、なんか自分の日常を記録していくものとして、なんかライカのいいやつが一個あったりすると、なんかちょっといいなと思うような気がしてきました。でそのあたりのそういうブランディングっていうか、ブランドの構築力みたいなものがライカは非常に優れてますね。なんかそれがだから単なるハったりみたいなブランド、思考っていうんじゃなくて、ちゃんと内実も伴っている。だから独特の色合いとか、独特の線の細さとか、
本体のそのデザインであったり質感であったり、この持った時のなんか充足感みたいなものも含めて、僕もだからこの価格的にはだから随分その今出ている M 型のライカとかに比べると価格的にはだいぶその安いモデルですけど、それでも何かやっぱりちょっとその良さはありますね。でこうやってだから沼にはまっていくんですよ。気をつけないと。あとはだからそうだな、BMC の話もしたし S9 の話もしたし、あとはだからもうその動画は自分の中では誰かがドアを叩いた。ちょっと待って。うん、こっちこっち。下の子が学校帰りに、寄ったのでした。なぜか。うん。左に行ったのに、左に行ったのに、左に行ったのに右に来ちゃうね。なぜなら鏡じゃないからね。今日やる宿題がわからない。わかんないの？なんでわかんない？うん。音読はわかるけど、うん音読の紙家にある。音読の紙家にある。じゃあここでできないってこと？でも家にうん。ある。うん。パパ帰ってきた。うん。じゃあパパ後で家帰ったらじゃあ一緒に宿題やる。ちょびっと写ってるよ。これも、背中だけ写ってるよ。でここは消えた。完全に消えました。ちょっとこの濡れタオルちょっとうん。映ってない？映ってはいない。映るかな映るかな映るかな映った。ちょびっとだけ映った。座る？しゃっくりが出てるじゃん。だよ。うん。しゃくりびし。うん。大変だ。大丈夫だよ。すごい乗っけてる。いけるかな？危ない。最強のチャンス。いけた！お、すごい。ピラミッドや。ちょっと怖いから。うん。はい。さらにこれ。最後しっぽい本当だ。しゃっくりがつらい。うん。これ何もかもが暗く見える。サングラスだからね。あこらスイッチ。この筒たちが必要。あ。うん。ちょっと一旦カメラ閉じて。はい。下の子は、散々なんでしょうね、おもちゃを散らかして、お姉ちゃんと、ママが、なんか近所で買い物するんで、お菓子ついでに買ってあげるよって言ったら、ビューって走って行きました。そんなこんなで、何喋ってたのかもう完全に忘れてしまって、まあ、その話を、ざっとまとめると、だから、まあ、ちょうどこの、ライカの XE を、買った、前後に、新しいいろんなカメラが、出てきたのと、自分自身がだからこの新しいカメラを1台スナップ用欲しいみたいなことを思っていろいろ調べてる間にいろんな情報が入ってきて、今のところ1個はその最初に言ったルミックスの S9、これはだからそのコンパクトな L マウントで、動画もスナップもいけそうっていう意味では、これびっくりする。いつもハゴーギの聞こえてるかな、ハゴーギっていうそのメーカーの真空キャニスターを、まあこの間真空キャニスターの動画を作りましたけど、ハゴーギのやつは何日かに1回、なんかランダムだからもしかすると中の空気が戻ってきたらそれを察知してやってくれてるのかもしれないけど、突然ブーンとモーターが動いて空気を抜くんですよ。
それはだから新鮮さが保たれるんですげえいい機能なんだけど、突然鳴るんでびっくりするんですよ。びっくりした。で、ほらまた何話してるのか分からなくなっちゃった。1個はだからそのルミックスの S9 で、コンパクトで動画もスチールも撮れて、L マウント。そういう意味では今の自分の目的にはものすごく強く合致するカメラで、ちょっとシグマの FPL と機能的に被る部分というか、その大きさみたいなところで用途が被る部分はあるんだけど、多分オートフォーカスとか多分 FPL よりもいいだろうし、ちょっとなんかいいかもしれないですね。気になっているカメラで、そうだな。今スナップ用にもこれが入っちゃったんで、ちょっと待てばよかったかなと思う面もあるし、これライカが欲しかったから、ライカでよかったなっていう部分もあるし、なんかいろいろと複雑な心境ではあるけど、欲しいカメラの候補の一つでありましたと。もう一つは突然値下げを発表したブラックマジックシネマカメラ 6K で、こいつはだから全く値段も高いし、ちょっと専門的すぎて、候補に入んないなと思って、自分も L マウントアライアンスのカメラなんで一応出たことは知ってたんだけど、全くそうなんだぐらいで流しちゃってて、そうそう L マウントアライアンスにこういうカメラがあってって話をするときに、ブラックマジックのカメラも L マウントなんですよって話をいつもするのを忘れるぐらい、自分の中からちょっと眼中にないという感じになってたんだけど、値段が下がってみると、そして今それがここに設置されれば、例えばシグマ FPL をそのお散歩カメラのポジションに戻すことができて、いいかなみたいなところもあったりして、ちょっと急に気になったカメラではありました。予算的にも今もうこれを買っちゃったらいいよ、次に買うのはもうずっと先の話になるんで、その時まで安売りしてるかどうかもわかんないですし、でもちょっとなんだろうな、そうか、この選択肢もあったかみたいな感じでしたね。あとはその古いライカのレンジファインダーの M 型 M8 か M9 を触ってみたいなって気持ちは今急激に高まっていて、ただ故障したら終わりなんで、それを考えるとなんかライカのその専門の業者とは別に個人でというか職人さんがセンサーの剥離を直してくれる人が一人いるらしいみたいなのをちょっと小耳に挟んだりはしてるんだけど、ちょっとそれがどういうあれなのかもわかんないし、その情報を見たのがその最新の情報かどうかもちょっと確認してなかったんで、多分壊れたら最後という覚悟で状態のいい個体をどっかでもし手に入れられるんだったら触ってはみたいかな。ただ触ってはみたいかなレベルにしては値段が高すぎるんで。で、あとはそのライカの Q のシリーズがちょっと気になってはいたんですよね。ドリキンさんがその Q2 とか Q3 とかで 4K ライカ Vlog みたいなことに挑戦している時期があって、その映像的にも綺麗だったし、ちょっとオートフォーカス的に高速にピントが合うわけじゃないんで、運用に苦労している部分もありましたけど、それも含めてちょっと面白いのかなと思ったりして、ただ Q ってこれの兄貴分というか親玉みたいなもんで、レンズ固定でスナップ用の動画も撮れるけど、カメラで。センサーがフルサイズで、その代わり、こいつはだから、軽量小型で、この辺のキャップとかも、これプラスチックかな、プラスチックでできていたりして、必ずしもその重厚な高級感みたいな方に振り切ったカメラではなくて、決してチープではないけど、そんなにその金属をふんだんに使ってずっしりと金属の塊を持ってるみたいなカメラではないんですよ。Q2 は、Q2 持ったことないな。なんか、多分その自分の情報を総合すると、もうちょっと金属でがっちりした作りの、カメラで。多分だからその所有欲みたいなものはすごく満たしてくれるんだろうけど、Q2、Q3 になると価格的に高くなってしまうので、もし初代の Q をその静止画用のカメラとして持つのはちょっとありかもなって思い始めていて、だけどそう思ったらでもこれの方がむしろそういう意味では取り回しもいいし APS-C で、画質が十分とは言わないけど満足できるレベルではあるし、自分で後でDNG で撮ってある程度いじることもできるし、なのでとりあえずこいつで、いいかなと思うと、ライカ Q は一時期ちょっと迷っていた時期もあるけど、完全に線から漏れて、迷ってたっつってももし変えるとしてももっとずっと先の話なんで、今変えるかどうかっていうよりはもう夢ノートみたいなもんです。今手帳にいろいろ欲しいカメラを書き込んでいて、その中の一つとしてあったけど、今は順位的にはぐっと下がりましたね。で、M10、M11 ぐらいの高級機に関しては、この辺掘って石油でも出てきたら考えますかねって感じかな。今はちょっと無理。で、あとはライカの L マウントアライアンスのライカ SL で、自分自身はだからやっぱりシグマの FP が好きで、
L マウントアライアンスが好きで、ここを中心にカメラのその機材を揃えていこうと思ってるんで、L マウントアライアンスのライカのカメラは、どっかで、要するにパナソニックも1台、そのシグマも1台持ってるんで、ブラックマジックを今まで忘れてましたけど、まあ、とりあえず持ってるんで、ライカも1台本当は、欲しいっちゃ欲しいんですよね。ただだから、やはり値段が高いのと、重いんですよね。やはり買った人の話とかを YouTube とかで見ていくと、満足度は高いけど、結局のところ重くて、だんだん持ち出さなくなっていくみたいなところも、今日はこれだけはっていう、その気合い入れていくときだけ持っていくカメラになっていくんで、例えばそういう人って大体 M 型も持ってたりするんで、普段はこっちだよね、みたいになって結局、そのレンジファインダーの M 型のライカが何と言っても、みたいな感じの結論にみんな落ち着いていくんですね。それを見ていくと、ああ、そうなんだ、みたいに思ったりして。で、SL 自体は興味もあるし、例えばだからその、ここにむしろだから例えば据え付けて、そのライカの画質で、例えば毎日こうやって喋るみたいなのは、まあ、ありっちゃありなのかなとは思いますね。SL2S みたいなものが、手の届くようなところに価格帯で出てたりしたら欲しくなるかもしれないです。SL3 は液晶がなんかチルトになったんだっけ？なんかいろんなところ改良されていて、ただ、なんか、初代の SL がすでにかなり、出来が良くてっていうか、なんかその、ある一個の L マウントアライアンスのカメラとしての、なんか完成形みたいなものをなんとなく出しているような気がして、SL2、2S、3と、進化してるけど、そんなにすげえ変わったっていう印象は、初代の SL は 4K 出たんだっけな。まあ、あんまり、劇的に進化したっていう印象をあんまり持っていなくて。なので、どの世代のドイツでもいいから、もし安い出物とかがあったら、みたいなことをちょっと考えたりするんだけど、でも結局のところ、みんなが言うように、最終的にはだから M 型のライカに収束していくのかなっていう話を、例えばイラストレーター仲間でライカ持ってる人たちから散々そういえばそういう話を聞かされていたなということを今更のように思って、その当時はだからライカを買うなんてことは自分の選択の範囲の中に丸入ってなかったんで、安倍さんもどうみたいなこと言われて、すごいっすね、みたいなことを適当に答えて流しちゃってたんだけど、なんだろう、ちゃんと真剣に聞いておけばよかったっていうか、なんかその、真剣に聞いちゃってたら今頃ローン組んで買っちゃってるよね。なんか、良くないよね。恐ろしいよね。なので、まあまあ自分的にはなんか、多分これでしばらくその来華熱みたいなものを抑えつつ、いつか何かちょっと大きな仕事があったりした時とか余裕が出た時にまた考えるかなっていう感じかな。なんか結局のところまあなんかそういうことなんですよ。要するに実際一生懸命自分の物欲を抑える動画っていう感じになりましたね。そう。で、だから自分はついついなんか安く出回ってないかなみたいなことをつい言っちゃうんだけど、なんか結局のところ思ってたんだけど、ライカに関してはもうそういうものではなくて、それこそ M8 とか M9 とか、もう古い、その1000万画素みたいな、そのフルサイズも最初の M8 とか載せられなくて APS-H のセンサーだったりして、の古いカメラでそのセンサー剥離みたいなものに怯えながら、みたいな状況の中でも使う人がいっぱいいて、使う人がいっぱいいるから、もう製造してないわけじゃないですか。そうすると、その中古の値段が、その何年か前は15万ぐらいで買えたはずのものが今は25万とか30万とかに値上がりしていっちゃったりして、ライカに関してはもうそういうもので高いってみんな言うけど、で実際高いんだけど、実際には最初のハードル、その1台目を買う、時にかかるその資金がめちゃくちゃに高いっていう、そこを乗り越えさえすると、それがずっと資産として多分生きていくんで、多分 M11 を例えば持ってる人は、もうすぐ M12 みたいなものが出た時には、11を手放して11を買うんであれば、それこそあれですよね、その iPhone の買い方みたいなもんで、iPhone も結局のところ、最新型の iPhone を、買って、次のが出たらそれを値崩れする前に売って、次のやつの資金に当てれば、毎回毎回新機種が出るたびに、3万か4万ぐらいの差額で、もうちょっとか、5万前後ぐらいの差額で新しいものに乗り換えていけて、そんなに毎回毎回その20万の iPhone なんて高すぎるよって言ってるけど、いや、そうでもないよ、みたいなことになったりするじゃないですか。ライカに関してもきっとそういうものなんでしょうね。なので、今の僕みたいになんとか安い出物はないかみたいなことを言ってると、その安い出物は結局手放すときにも安い出物の価格になってしまったりするので、安物買いを狙うようなカメラではそもそもないのだっていうことを前提に多分
考えた方がいいんでしょうね。というわけで、なんだろう、この雑談。子供が遊び来ちゃったんで、なんかぐったぐたのまま終わりますけど、そういう、ちょっと雑談をしてみました。いや、結局のところ、だから今自分の中でカメラ熱が高まってきてるんで、カメラの話するのがずっと楽しいんですよ。楽しんでずっと喋っちゃうけど、すいません。なんでしょうね。ここはだからカメラとかガジェットとか手帳とか万年筆とか、なんかそんなようなことについての話をするチャンネルで、もう一個、安倍義俊画報っていう、絵の話をするチャンネルと、二つのチャンネルを、運営しようとしているところであります。もう一つ、子供らがゲーム配信したいみたいなことを言ってるんで、そういうチャンネルを、作ってはいるんだけど、まだちゃんと動かしてはいなくて、多分3つチャンネル運営するのは無理だろうから、どうなるかわかんないですけど、とりあえず、メインのこのチャンネルと、安倍義俊画報の方をよろしくお願いします。超雑談ありがとうございました。ではでは、はい。